こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。私はここね2年ぐらいで6回ほどパリに行くことがあって、今後もまた行くと思いますが、オリンピックが終わってねこれから再びパリに行く方や、初めてねパリ行きを検討されている方に、今日は行く前に知っておいた方がいい10のことっていうのを動画にしてみようと思います。私もまだまだね知らないことだらけのパリなので、こんなことも知っておいた方がいいよとかいうアドバイスがあればぜひコメント欄で教えてください。動画の後半ではこれまで私がステイしたねパリのホテルのルームツアーを載せておくので、ホテル選びでね迷われている方はそちらも参考になれば嬉しいです。それでは早速行ってみましょう。まずはパリの交通手段の一つであるメトロに関してです。メトロはパリの街中を移動するのにねとても便利で、特にね渋滞がある時間帯っていうのはメトロで移動できると時短ができてとても助かります。私たち観光客はこれまでメトロのチケットは駅の券売機や窓口で買うということが主でした。そして観光客にね便利なのが何度か私の動画でもね紹介したことがあるナビゴイージーというこちらのチャージ式交通 IC カードで、メトロ、バス、トラム、RER で利用できます。料金は都度払いでチケットを買うと 2.1 ユーロですが、ナビゴイージーで10枚まとめ買いすると17ユーロなので、4ユーロぐらいセーブできるというメリットがありました。デメリットはねそのカード発行手数料っていうのがね2ユーロ別途かかっていたということでした。そしてついにパリのオリンピックを機にこのナビゴをね携帯電話と連携させるというサービスを開始しました。もう窓口に行かなくてもいいし券売機でチャージしなくてもいい、そしてカード発行料金もかからない、この時をね本当に待っていました。ということでここからはね iPhone でのねナビゴの買い方をお見せします。もちろんね iPhone だけでなく Android にも対応しているそうです。ちなみにね携帯でナビゴを買うためにはあらかじめ携帯にクレジットカードが登録してある必要があります。もしその登録がねまだの方はネットで iPhone にクレジットカードを登録する方法って調べて登録から始めてみてください。まず iPhone の設定をクリックしてこのお財布マークの Wallet & Apple Pay をクリックします。カードの追加を押します。何のカードを追加するのか選べます。そしてこの電車のマークの交通系 IC カードを選びます。すると世界中の交通 IC カードのオプションが出てきます。もうなんかこうやって見ると中国すごいですよね。すごくたくさんの交通 IC カードの種類があります。でですね日本もイコカ、パスモ、スイカがありますね。で今回はフランスのナビゴを選択します。そして続けるをクリックするとどの種類のチケットを買うのかっていう選択肢がこうやってねたくさん出てきます。でですねまずこの一番上は1日乗り放題券でディズニーランドやアウトレット、ベルサイユ宮殿、空港までのね広い地域で使えます。でそのすぐ下にはディズニーやベルサイユ宮殿、空港はゾーン外にはなりますが、パリ市内とねその近郊で使える1日券で十分それ以外のパリの主要観光地は回れます。でゾーンが狭くなる分料金が半額になるということですね。そしてその下は1日券から7日券まであるオリンピック期間限定パスで1日乗り放題チケットが日数が長くなると割引がさらに効いてくるというシステムです。でパスが使用できる期間は7月20日から9月8日までです。そしてその下がね1枚券ですね。今1枚あたりパリのメトロチケットは 2.1 ユーロしますが、その下のね10枚綴りで買うと17ユーロなので4ユーロぐらいセーブできます。そしてその下がねそれぞれオルリー空港とシャルル・ド・ゴール国際空港行きのバスチケットで一番下がねおそらく子供用かなと思います。半額だもんね。大人の方は間違えて子供用を買わないようにしてください。罰金の対象になります。
はじめ紙のチケットを使っていた時はね、そのチケットの時期が弱くて使えない問題があったりしてめんどくさかったので、この携帯とねナビゴの連携っていうのはとても助かります。もちろんもうねこのスマホでのやり方っていうのがちょっとよくわからんという方は、これまで通りのねカードや紙のチケットを買ってメトロやバスを使うこともできると思います。お次はとにかくよく歩くので、歩きやすい靴、絆創膏、そして小さくて軽い折りたたみ傘は必須です。携帯のね天気予報は晴れていても突然雨が降ったりするっていうことがパリではあるので、軽量な折りたたみ傘は持ち歩いた方がいいと思います。そして去年8月の夏にねパリに行った時は普通に寒かったです。なので軽めのジャケットは夏でも持っていて損はありません。私は去年夏に夏服しか持っていかなくて現地で買う羽目になりました。そしてちなみに物価が高いフランスでね唯一安いのがお水で、よく歩き回るのでねお水が安いのはすごく助かります。おすすめなのはスーパーでまとめ買いしておくことです。お次は現金をねたくさん持ち歩かないということです。どの国もねキャッシュレス化が進んでいますが、海外旅行の時はねちょっと心配して現金を多めに持っていくっていう方もいらっしゃるかと思いますが、そんな時はねホテルのセーフティーボックス、金庫に入れておきましょう。私の経験からするとパリでたまにね現金オンリーみたいなね小さなお店があるんですけど、めったにないんですよね。現金が必要な場面って言えばタクシーと、あとは有料トイレぐらいですね。街中ではねウーバーなどの配車アプリを使えば現金はいりませんし、持ち歩くのはね20ユーロ以下で十分だと思います。 Bonjour fellow travelers. If you're planning your first trip to the enchanting city of Paris, I have an essential tip for you. Gone are the days of stuffing your wallet with cash. In Paris, you can easily get by with just your credit card or even your smartphone. Why carry cash when you can simply tap and pay? Most places in Paris, from charming cafes and restaurants to bustling markets and even the iconic boutiques on the Champs-Élysées, accept contactless payments. Just ensure your credit card is set up for international use. Better yet, load your credit card onto your phone's payment app. It's secure, convenient, and you won't have to worry about losing your money. So pack light, travel smart, and enjoy your Parisian adventure with the ease of modern payment methods. .ではお次はパスポートに関してです。パスポートは基本持ち歩かないっていうことですね。なのでホテルの金庫に置いておきましょう。パスポートが必要なのは免税を受ける時だけです。フランスでね免税を受けられる条件の一つが確か、100ユーロ以上なので、100ユーロ以上のお買い物をしそうな日だけあらかじめパスポートを持ち歩きます。ちなみにね確かフランスはお買い物をするときに現金が使えるリミットがあって、お買い物1件につき現金1000ユーロまでしか使えないので、基本高額なお買い物っていうのはカード払いになります。で免税に関してですが、免税を受ける場合はね早めに空港に行きましょう。機械でするんですけど、その機械がねたまにすごく並んでいることがあります。そしてね空港で免税手続きをするときにカードに戻すかその場で現金でもらうか2択が選べます。以前シャルル・ド・ゴール国際空港のね免税オフィスの方に教えていただいたのが、よほど急ぎでない限りは免税はクレジットカードに戻してもらった方が還元率が少し高いそうです。空港でね現金でもらうとさらに手数料が引かれるとその方がおっしゃっていました。だいたい早い会社だと空港での免税手続き後 4,5 日ぐらいでクレジットカードに戻ってきていますが、遅くてもね1ヶ月以内で免税分が戻ってきます。そしてここが注意点なんですが、最近行ったパリ旅行でね小さめのお店で免税を伴うお買い物をしました。
しかしですね、一向にお金が戻ってこなかったので、直接ねウェブサイトを経由して問い合わせてみたらしっかり戻ってきました。なんかそのフランスだとおそらくだいたい大きめの免税の会社が3つぐらいあるんですけど、その会社を使っているブランドっていうのは返金が早いです。ただその小さい免税会社を使っているブランドっていうのは、その自分たちから問い合わせなければならないことがあります。偶然ですがデビッドも私も今回1回ずつそんなブランドがありました。問い合わせるとねちゃんと返してくれるので、注意をしてクレジットカードの明細を確認するのと、その返金が終わるまでは免税の書類は絶対に捨てないことです。私は生牡蠣が大好きですが、旅行の時などねちょっと疲れている時や免疫力が下がりがちな時はその生ものを控えるようにしています。私はお腹がねもともと強い方でも弱い方でもないんですけど、一回生牡蠣を食べて半日パリで寝込んだことがあります。でなんか私の友人に至ってはパリの5つ星ホテルのレストランで食べた生牡蠣で3日間寝込んでました。せっかく限られた時間でねパリに来ているのに動けなくなるっていうのはちょっともったいないので、円滑に旅をするためのアドバイスとして聞いてください。パリといえばそのスリ問題がありますね。気をつけてはいるけど、その過剰にねスリに気を使いすぎて旅が楽しめなくなるっていうのは私の中では本末転倒なので、私は適度に気をつけています。そんな私がね気をつけていることは、そのパリでは基本ゴミしかねポケットに入れないということです。その要するにポケットには取られていいものしか入れません。メトロに乗るときはね携帯は手に持っていたり、蓋がついているバッグやジッパーがついたバッグに入れます。でどちらかというとねそのバックパックのようなリュックよりかは斜め掛けができるものの方がおすすめです。 Bonjour. If you're concerned about pickpocketing in Paris, a nice item to have is a crossbody bag like this. You can put your phone, your wallet, or even a bottle of water inside. They're convenient and stylish. You'll see a lot of Parisians wearing them too. We found this one at a store called Monoprix. You'll see them all over Paris. Stop in and see what you can find. あとそのパリでハイブランドのねバッグを持つときに気をつけていることはありますかっていう質問もよくされるんですけど、基本バッグやねその荷物っていうのは体の前で持つようにしています。あとはその冬はね斜め掛けができるバッグっていうのはそのままコートの中に一緒に入れてしまいます。であとはハイブランドでねこのようにロゴがついているものっていうのはロゴを反対側にして持つようにしています。でそれからハイブランドのバッグでメトロに乗るときにはどうしても心配だっていう方はねあらかじめこの手のねエコバッグをバッグの中に入れておきます。そしてそのメトロに乗るっていう時にエコバッグの中にそのハイブランドのバッグを入れて移動します。これぐらいですね。もちろん不安な方はねそもそもハイブランドのバッグをパリに持っていかないことが一番安全だと思います。7つ目はストライキについてです。私たちもね最近行ったパリ旅行でベルサイユ宮殿に行きましたが、私たちが宮殿に行く当日にねストライキをしていて入れないかもしれないっていう不安に半日苛まれました。そんなストライキの情報もね事前に分かれば把握しておいた方がいいですよね。ストライキの情報はパリの交通公社 RATP のウェブサイトに載っているっていうことをトリップアドバイザーで見ました。ベルサイユ宮殿やディズニーランド、それからアウトレットとかその空港などちょっと遠めの移動がある日は確認しておいた方がいいと思います。そして RATP のウェブサイト以外でストライキのお知らせをね知る方法をご存知の方はコメント欄で教えてください。
8つ目はトイレ問題です。日本はね地下鉄の駅にはトイレがあるしコンビニもあってほぼトイレには困らないですよね。それに比べるとねパリだけではありませんが基本海外はご自由にお使いくださいみたいなトイレが圧倒的に少ないです。なので美術館や観光地大型デパートにはねトイレがあるしもちろん飲食店にはトイレがあるのでその時にね行きたくなくても無理してでもね行ける時に行っておくっていうのが鉄則です。それでもねどうしても行きたくなった時はカフェでコーヒーか何かをね頼んでトイレを借りる、もしくはたまに街で見かけるサニゼットっていうねこの手のボックス型のトイレを使用します。私はねまだサニゼットを使ったことがありません。タクシーに関してです。荷物が多いとね確実に公共の交通機関より便利なのがタクシーなんですけど、空港から市内までタクシーや配車サービスで移動する人たちは到着時間はねできれば通勤時間をずらすことをお勧めします。通勤ラッシュはね朝の8時からだいたい9時半ぐらいらしいんで、通常空港と市内まではだいたい45分ぐらいで着くんですが、通勤ラッシュにかぶると2倍の時間がかかります。そしてウーバーかタクシーかですが料金はほぼ一緒です。タクシーはね現金、ウーバーは登録しているクレジットカードから支払われます。でちなみに急いでる時はタクシーの方がおすすめです。その理由がねパリではねタクシーがバスレーンを使うことができるんですね。でただ気をつけなければいけないのがたまにねタクシーのドライバーさんでメーターを押さない方がいて、パリはね右岸と左岸それぞれ空港からだと料金が定額でシャルル・ド・ゴール国際空港からだと右岸の方が少し安くて左岸が少し高いです。私たちのね過去動画をご覧になられた方はちょっと聞き覚えがあるかもしれませんが、私たちはね右岸に行ったのに左岸の料金を提示されたことがあったり、あと勝手にねチップの料金を含んだ金額を言ってくるドライバーさんがいました。この手のドライバーさんに当たった時はねもう定額の料金のみを支払って車を降りましょう。ラストはホテルです。そもそもね基本パリはヨーロッパの中でもねちょっとホテルが高いんですけど、値段よりもまず優先したいのが治安です。やはりね観光スポットが多く集まる中心部は比較的治安がいいのでおすすめです。価格はね高めにはなりますが人気観光スポットへのアクセスが良くてねレストランもたくさんあるしショッピングにも便利です。よく言われるのが北駅がある10区、あとは移民が多いって言われている18区、19区、20区もちょっとやめた方がいいっていうことを聞きます。でそもそもねこの辺は観光地へのアクセスがちょっと不便だと思います。そこでね結局おすすめなのが交通のアクセスとパリの中では比較的治安がいいと言われている1区、2区、8区、9区です。特にね初めて行くならできればメトロ1番線の近くにステイすると主要観光地への移動が便利で時短もできます。ちなみにねストライキで交通手段が止まってもストライキの影響を受けないのがメトロ1番線と14番線です。なぜ1番線と14番線のメトロはねストライキの影響を受けないと思いますか？答えはパリにある14のメトロの中でこの2つはね唯一自動運転だからです。さてこれからね紹介するホテルはこれまで私がねパリでステイしたホテルで先ほどおすすめした交通のアクセスとパリの中では比較的治安がいいとされる1区、2区、8区、9区のエリアにあるホテルになります。そしてこれまでの動画をご覧になられた方はご存知かと思いますが、私たちはねパリで予定を詰めまくるので基本朝ごはんはねホテルでさっさと済ませることが多いので各ホテルのね朝ごはんの様子も一緒に紹介します。それではどうぞ。
私がね言い忘れていることやその知らないことっていうのもたくさんあると思いますので、もしよろしければコメントで教えてください。きっとね今後パリに行かれる方の参考になると思います。 Safe travels, bon voyage. Have a good trip. それではここまでこの動画をご視聴いただきありがとうございます。皆様良い一日をお過ごしください。バイバーイ。